の名を、お豆腐さんに料理を振る舞いたいと思います。実際に人間界で料理をシロが作るのは難しいので、メンテちゃんにお手伝いをしてもらいたいと思います。お豆腐といえば、麻婆豆腐と思ったんですが、慎重に協議を重ねた結果、豆腐を煮る、揚げる、焼く、叩く、切るなどの行為は残虐に感じる方がいるかもしれないと思ったので、泣く泣く今回は代用品で麻婆を作りたいと思います。ピンポンパンパーン。この動画は料理に不慣れな人を嘲笑うためのものではなく、シロがメンテちゃんを目で慈しむ内容となっております。お料理のできないとか、お料理得意じゃないなって方が見て心を痛めないようにシロは配慮したんですが、もしそのようなことがあったらごめんなさい。それでは本編しばらく。さあ、ふにふにおててのメンテちゃん、大丈夫？はいですね。はい、じゃあ、メンテちゃんに、まずは自力で作ってもらいたい料理は、こちら！麻婆ナスです。最初さ、小ネギとお肉見て、ハンバーグだ！絶対合ってるって言ってたよね。じゃあ、麻婆ナス作ったことありますか？シロは、メンテちゃんに聞こえないように楽しく実況をしてるので、シロが見守ってると思いながら独り言をつぶやきまくって作っちゃってください。あ、そんなシロと一緒がいいんだね。わかります。それではシロは消えます。クッキングスタート。ナス洗った？体洗った？もったいない。まあでもいい、オッケーだ。ナスの切り方まず第一関門ですね。なんか包丁の使い方すごい人差し指に圧がかかってて可愛いなってあ、2本使うんだね。この時期、秋のナスなので、えぐみが夏よりはあるので。そうだね、確かにね。火入れる前硬いね。気づいたの。偉いのそれリハールですね。ああ、まあ大きくてもいいけどね。先にマジか。おう、いいよいいよ、合ってるよ合ってるよ、自信持って。とろみを油につける。ほほ、大さじ2分の1ですかね、これは。ナスを水につけるためのボウルが、調味料作りのボウルになりましたね。温まってまいりましたね。楽しい。問題ないですよ。残ってますね。で、いいんだよ、大丈夫だよ、自信持って。もうちょっとやろう。もうちょっと。そらそうだ、誰も答えない。屍のようだ。そこに置くな！そこに置くな！溶けちまう！シリコンバシが溶けちまう！やめてくれ！シリコンバシを焼かないでくれ！こんにちは、シロです。すごい上手。肉片が落ちたね。菜箸をフライパンに置くと溶けちゃわないかしら。ちょっと心配だな。頑張って。ありがとね。じゃあねー。バイバーイ。ごま油をここで投下する。ごま油はね、香り付けにいいですが。今気になるのがニンニク生姜とか。いつ入れる気なんだろう。あれ番長。一体ナスはいつ火通すつもりなんですかね。親子みたいなナスのヘタかわいい。偉い。菜箸置いてくれた。偉い偉い。片栗粉を水で。ほうほう。片栗粉の量と一緒でいいかも。かわいい。味付けつけ終わって片栗粉なので、
豆板醤だけですね、ほぼ。すごいとろみついた。見える。とろみついてる。いい線いってる。やっぱ味付けは難しいよね。なんだ何を入れるんだ。確かにね、ちょっとあれヒントになっちゃったな。白反省した。もっとさ、間違いそうなさ、味噌だよ、ベースは。甜麺醤臭くないよ。でもなんか絶対いい香りしてそう。最後色のりでパラパラってできるので簡単な火入れ。うわ、すごい上手に見える。綺麗。ここで入れる。すごい混ぜるけど。ミントちゃん、頑張ったね。お皿に移して味見してみたらどうかな。青いお皿に乗っけると何でも美味しそうに見えるから、青を選びました。偉いね。いただきます、エルコはいい子だ。ナスどう？ナス。わかる。でもさ、すごい見かけ、小ネギ入って綺麗だね。お疲れ様。ありがとうございました。ぜひ、教えさせてください。じゃあ、一緒に作ろう。じゃあ、まずボウルに、ナスが入ってると思うんですけど、ナス3つともまな板に乗っけちゃって、ボウルにお水を半分ぐらい入れちゃいましょう。はい、大丈夫です。そしたら、ナスを切って入れていくんだけど、そこに、さっきさ、ヘタに当てた時みたいな感じで当ててもらって、そこら辺切ってもらって、そう。で、あとは乱切りって言うんだけど、斜めにこう、なんだろう。そう、三角形ぐらいになる感じにザクザク回しながら切っていってほしくて。切ったら、回して、そんな感じ。で、さっきと同じ角度で切るみたい。で、過食部分、食べられるところお水に入れちゃおう。なんでだと思う？なんかアクがあるので、お水にさらすと流れたり、後々色が綺麗に真っ白のままになるので、アクがあるとどんどん時間が経つと変色しちゃうので。そうなんです。同じようにどんどんやってもらって。お疲れ様です。本当は5分置くんですけど、一旦今日は時間がないので、ナスをこぼさないようにお水だけシャーって流しちゃってください、もう。そしたら、サラダ油取ってください。ボウルの中に半分くらい入れてもらっていいですか？で、半分入れたら残りはフライパンにガッて入れちゃってください。油が行き渡るようにしちゃいましょう。火にかけると、ナスってグイグイ油吸っちゃうんですよ。なんで、すごい量いるんですよ、油が。でも全体にこうやって絡めとけば、全部ある程度吸っておいてくれるので、いい感じになるんです。そしたら、IH の方を中火にしちゃいましょう。そしたら、計量カップに先に合わせ調味料っていう、豆板醤とか入れてたようなのを作っちゃいましょう。じゃあ、豆板醤大さじ1を、レンゲで適当にすくって入れちゃいましょう。レンゲ半分ぐらいかな。そしたら今度は、甜麺醤。そしたら、ナスを一回フライパンにそのまま、ボコボコボコって入れちゃってください。お水があるかもなので気をつけて。できるだけ白い面がフライパンに当たるように。じゃあ今名前のやっと分かった甜麺醤をですね、大さじ1また入れましょうか。甜麺醤なんだと思う？腐って言ってなかった？そう。なんかお味噌とか、蜂蜜だか甘いのとかしょっぱいのとか、いろいろ入ってるんですよ。甜麺醤なかったら家で作ったりもできる。でもコクが出てすごい美味しいお味噌の素みたいな。お醤油小さじ1ぐらい。だからほんとちょっと白がストップっていうまで入れてくれたらいい。白頑張るね。もうちょっと。
ケー。あと、お砂糖も今と同じくらい入れてほしい。どれが小さじだと思うじゃん。それ 2.5 って書いてない？小さじはね、5なんだよ。5cc が小さじ1。シロ全然そういうの使わない。いいと思う。あと今回コクを出したいので、鶏ガラスープの素を置いてあるので、8振りかな、ガッガッガって、もう縦に。それぐらいでいいかな。木のお箸で混ぜといてください、軽く。すごい色でしょ。ね、確かに。ナスひっくり返しましょうか。ナス一旦お皿に出してもらって、今完全に火は通ってないけど焼き目だけ軽くつけたので、したら火を中火に戻して、サラダ油ちょっとだけ引いて、で、もうお肉バゴってそうやって伸ばしたらしちゃって、バゴッとそのまま。ちょっとだけ広げて、放置で。そしたらそこに、さっき混ぜといた調味料入れちゃいましょうか。そしたらもう大体でいいので、ざっくり混ぜちゃって。赤いとこがなくなったらナスも一緒に入れちゃいましょうか。じゃあそしたら、その計量カップにお水200入れてもらって、で、そこに追加で鶏ガラスープガガガッと8振り程度入れてもらって、さらに片栗粉を小さじ1かな。そんなもんかな。で、混ぜながら、お鍋にガッと入れちゃってください。はい。で、お肉を白いヘラでうまく広げちゃってください。で、ちょっとグツグツさせたいので、ラー油とかを足しても美味しいかも。ラー油大さじ1ぐらい入れる？そんなもんでいっか。あんま辛いと困るもんね。はい、さーっと。片栗粉入ってるので、火を入れるととろみがちょっとずつ出てきたのわかります？ちょっとだけ。手前のお肉さんを回してあげて。で、ナスをガッて中に入れちゃいましょう、もう。はーい。で、ナスも広げてあげて、水分と絡めてあげて、適当に混ぜてあげたら、水分が減ってきたらいい感じかと思います。いいと思います。火切ってじゃあもうお皿にガッてこの白いヘラで乗っけちゃって。きれい！最後ネギを。いいよ。いいよいいよ。ねえ。いいですよ。1/3ぐらいでいいと思う。手でパラパラってしても大丈夫。きれい！出来上がりどうなんだろうわかんないよ。心配。違う？ちょっと。なんていい子なんだ、メンテちゃん。ありがとう。安心したよ。シャも食べる。終わらないで。やったー！やっぱナスが味出てきてる。ちょっと失敗が怖くて控えめにしたけど、もうちょっととろみあってもいいけど、でも十分だね。おいしい。メンテちゃん上手だね。おー、やったー。メンテちゃんからの好感度が上がった。はい、ということで、シロ、メンテちゃんの力を借りて、お父さんにプレゼントと称して麻婆ナスを作らせていただきました。すべて美味しくなぜかシロがいただきます。でも同じように作ってもらったらできるってことだよね、メンテちゃん。はい、ということで、シロがメンテちゃんのおかげで、みんなにお料理をお出しすることが無事できたんでしょうか？食べたかったよね。わかる。シロ食べました。今もね、エンディング撮る前にまたね、2口食べてきました。美味しかった。でも、言われた通りに作るのは難しいだろうし、シロもなんかこういう感じかなって想像して作るの難しかったし、難しかった。でも、結果ね、お味が美味しくできたので良かったかなと思っています。全然シロは満足してないので、また、メンテちゃんの力を借りたり、みんなからアイデアをもらって、いろいろこうやって新しいことに挑戦できたらいいなと思っております。
お料理難しいなっていうのは誰もが通ってきてる道で、白もね、今も感じてることなので、お料理上手くなりたいけどなれないって葛藤してる方が、白がメンテちゃんとお話ししてて、嫌な気持ちにならないように、白なりに気をつけたんですが、そんな気持ちが伝わっていたらいいなと思っています。料理はね、愛情ですから作ってあげたいと思える幸せもあるなって白初めて知りました。ご視聴ありがとうございました。今日の主役はあなた方です。ちゃんと自分のこといたわって、白からの思いもよかったら受け取ってください。それでは皆さん、バイバーイ。